こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニック院長の永山由紀です。今回は先日公開させていただいたこちらの動画 4K マイクロスコープで歯石除去をきれいに撮影してみたという動画の患者さんが治療終了しましたのでご報告したいと思います。題して4回で劇的改善38歳男性の歯周病治療。ではまず最初に患者さんの概要を説明いたします。この方はスキッパを直したいということでご来院されたんですね。で、歯茎がこんなに腫れてて歯石もすごくついててっていうところはあんまり気になってなかったみたいで、歯周病があるっていう自覚もない様子でした。ですので歯石がすごくたくさんついていますよって、歯茎がとても腫れていて歯周病の方が早く治さないといけないですよってことをまずお伝えしました。治療に関しては歯石除去と同日にスキッパの治療も開始して1回でスキッパも歯石除去も行いました。なので1回目の治療時間は2時間程度かかっています。この方は38歳男性で初診時はこのような状態でした。この方は、隙間も気になるんですがそれ以前にこういう歯石ですよね。で、あと歯茎も全体的に真っ赤っかで腫れてます。この辺なんかは実は歯石がついてるんですけど、その上に白い歯垢が乗っていてよくわからないですけど、実はすごくたくさんの歯石が溜まっています。この辺とかも虫歯あるんですけど、虫歯治療は、保険の歯医者さんでするということでした。下の歯もこの辺ですね、歯石がたくさん溜まっています。このような感じです。横から見るとこういう感じで、歯石溜まってますし、歯茎も腫れてるし、こういうところですね、ブヨブヨとした感じがあります。反対側もそうです。そして最初、治療の第一ステップとして歯石除去を行いました。はい、では歯石除去の動画を見ていきましょう。エアーをかけると歯茎がふわっと広がって中に隠れている歯石もよく見えます。かなりブヨブヨしてます。で、ちょっとエアーをかけただけでも出血するような状態でした。いよいよ歯石除去スタートです。かなり大量に歯石がついていたので時間的には1時間くらいかかりました。普通保険の歯医者さんですとこういう歯石がついていたら4から6回ぐらいに分けて歯石除去をすると思います。歯茎の中には漏れなく隠れ歯石があるんですけど、この方は磨けてないですよね。この白いのは歯石ではなくて歯垢なんですね。歯垢がこう歯茎の中に入ってるの分かりますか？このように歯茎の中からもりもり出てくるんですね。歯垢がこういう磨けてないとこうやって歯垢が歯茎の中にも入っちゃって歯石になっていきますし、歯周病を悪化させてしまいます。そしてこういう歯の表側ですね、さっき歯垢がついてた歯石の上に歯垢がついてて、できっちりこういう歯茎に隠れた隠れ歯石、歯肉塩化歯石なんですけどね、それもきっちり取っていきます。で、歯石除去長いので前編見たい方は概要欄からぜひご覧ください。そしてこのような歯石除去をした後何をしたかというと、治療の第2ステップ、歯磨き練習。歯磨きの練習はまずどういうところに歯垢がついているか分かるように赤とか青の染め出し液で染めてどういう風に磨いていいかっていうのをまず一緒に練習していきます。そしてこの方の場合歯ブラシ以外に大事になってくるのが歯間ブラシです。歯間ブラシはこのようにたくさんの種類があります。歯の隙間に合わせた歯間ブラシのサイズをご提案して効率よく歯垢を取れるような歯間ブラシを使ってもらうことにしました。この方の場合隙間が大きいところはこういった太めの歯間ブラシ、隙間が小さい部分は細い歯間ブラシをご提案しました。そして歯周病がある方には当院ではこちらの SPT ジェル、こちらの歯磨き粉をおすすめしています。こちらの歯磨き粉は歯周病菌を殺菌してくれる成分がたくさん含まれている歯周病専用の歯磨き粉です。そしてこちらの患者さんには第3ステップとしてこちらのハビットプロをおすすめしました。こちらのハビットプロは売られているうがい薬の中で CPC という殺菌成分の濃度が一番高いうがい薬なんです。
ただ市販はされていなくて歯科医院専売品ですので、このモンダミンハビットプロを取り扱っている歯医者さんでご購入ください。で、以上のような歯石除去、歯磨き練習、そして殺菌作用の高いうがい薬を使用したことによって1ヶ月後の状態をご覧ください。はい、こちらです。1ヶ月です。これで1ヶ月後でこんなに綺麗な歯茎になりました。この辺の歯茎、こんなにブヨブヨしていたのにこんなにすっきり引き締まりました。横から見てもこんな感じです。こういうところですね。ブヨブヨしていたのにこんなに引き締まって色も淡いピンクに変わっています。たった1ヶ月です。そしてこの方の場合忘れてはいけない前歯のすきっ歯治療も実はしているんですね。でこれ今1ヶ月後の写真はここカリバが入っている状態です。そして3ヶ月後、カリバのところ歯型を取って、セラミックもお作りして最後こちらのような状態です。これ前歯セラミックに変わっているので前歯2本も綺麗になってますし、もちろん歯茎も綺麗になってます。このような感じです。裏側もこのように綺麗になっています。で実際セラミックを入れた時の動画を見ていきます。今まで入ってたカリバを外しまして仮付けのセメントを取ります。でもともとスキッパだったのでまた隙間が開いてきちゃう可能性がありますので、このセラミックは2本ともちょっとつながった形をしています。連結されたセラミックを入れます。こちらですね。表面的には一本一本に見えますけれどもこのようにつながっています。結構スキッパの人ってまた隙間が空いてくることがありますのでね。はい、入りました。ちょっと真ん中の歯茎はカリバで押してたので少しへこんでますけれどもこのような感じです。そして実は歯磨きとかも頑張ってくださったんですけど、こういう歯石がつきやすい人って3ヶ月ぐらいでもうすでに歯石がついてくるんですね。歯磨きがきちんとできていても唾液中のカルシウム成分が多分濃度が高いのですごく歯石がつきやすいです。なので3ヶ月後の来院の時にもこのように歯石除去を最後の歯石除去をしています。はい、初診時がこれで3ヶ月後4回の来院後はこちらです。はい、このように歯茎がとにかくピンク色になってとっても明るいお口元になりました。はい、じゃあ治療を終えた患者さんの感想を伺ってみました。最初やる時ってなんかこうもっと簡単そうだなと思いました。ちょっとそれもちょっとだけど結構指摘がついてましたので、それをメインに歯周病の方もちょっとメインにして、で前歯の作り方に関してはそんなに回数かからないのでこんな感じなんですけど、歯磨き練習すごいでした。歯磨きって自己流になりやすいので、やっぱりこう衛生さに気をつけますし、あとねやっぱり人のモチベーションって下がっていくので、定期的に来てモチベーションを常に上げていく。だんだん人ってモチベーション下がってくるじゃないですか。でそれを定期的にしていくことでまた上がるっていうのを繰り返していくといい状態がキープできるし、今ね歯周病でちょっと骨が下がっちゃったようなところでもその状態でキープできるか悪くなることはないので、はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこのように綺麗になったんですけれども、こうやってもともと歯石がすごいついてる人ってとっても歯石がまたつきやすいので、3ヶ月から半年に1回歯石除去に来院していただくのがベストだと思います。あとはこのように歯茎がブヨブヨになっちゃってたりとか歯を支えている骨がちょっと下がっちゃっている人でもこのような歯磨きの仕方とかを続けていけばちゃんとその状態をキープできるので、この歯磨きをちゃんとやるかやらないかでその先の人生っていうのがだいぶ変わってくると思います。なのでこの方の場合今後は定期検診にちゃんと来ていただいて歯ブラシのモチベーションを保っていただいてずっと継続していくっていうのがとても大事になってくると思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。というわけで今日はこのように歯茎が結構腫れちゃっていたりとか歯石が大量についているとかあってもこのように
に劇的な改善ができますので、もし同じようなお悩みの方は概要欄にお問い合わせフォーム貼っておきますので、ぜひお気軽にご相談ください。はい、ではこちらの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた。ザ・ホ